魚が危機に陥っている。1990年代、カナダの東海岸沖ではタラの個体数が大きく減少し、フロリダ州南部では娯楽目的や商業用の極端な漁獲が原因でゴリアテグルーパーが激減している。さらにはほとんどのマグロの個体数は 50% 以上激減し、大西洋のクロマグロは絶滅の危機に瀕している。今挙げたのはほんの一例に過ぎない。乱獲は世界中で行われている。なぜか。魚釣りと聞くと人はボートでくつろぎ、その日にかかった魚を辛抱強くリールで巻き上げることを思い浮かべる。しかし、食料品店の棚を満たすために、現代の水産業はまるで戦争の様相を呈する。事実、戦争向けに開発された技術が利用されている。レーダーやソナー、ヘリコプター、偵察機など、どれもが水産加工船を減少しつつある魚群へと導くために使われる。長い綱につながる数百の鍵や巨大な網で大量の魚を寄せ集めるが、海鳥やカメ、イルカなどの他の種も巻き添えで捕獲されている。瞬間凍結や加工装置が完備された巨大な船に魚が引き上げられる。これらの様々な技術が以前よりも深く遠い海での水揚げを可能にしたのだ。漁業の海域が拡大したため、狙う魚の種類も豊富になった。例えば、マゼランアイナメは聞こえも見た目も食欲をあまりそそらない。1970年代後半まで漁師は目もくれなかった。その後、実際にはタラの一種なのだが、チリ産のスズキという新しいネーミングによって米国の料理人に売り込まれたのだ。すぐに世界中の市場に姿を現し、今では美味な魚とされている。残念ながらこれらの深海魚は少なくとも10歳にならなければ繁殖しない。幼い魚が捕らえられると産卵の機会も得られないため、乱獲に対して著しく弱い種なのだ。消費者の嗜好や価格にも悪影響を及ぼすことがある。例えば、フカヒレスープは中国やベトナムでとても人気のあるメニューで、そのためヒレが最も儲かるサメの部位となり、多くの漁師がヒレだけを船に残して大量のサメの死体を海に放置するようになった。これはアイナメやサメだけの問題ではない。全世界の魚種のほぼ 31% が乱獲されており、58% が維持可能ギリギリのレベルで漁獲されている。野生の魚が繁殖する速度では70億人の消費量に決して追いつくことはできない。漁業はより広範な生態系にも影響を及ぼしている。野生のエビは一般的にサッカー場ほどの大きさの網を海底に沿って引きずることで捕らえられる。この時、海底の生命環境は乱されたり破壊されたりする。大抵エビは収穫量のわずか 5% に過ぎず、他の混獲された不要な生物は死んだ状態で海に戻される。それなら沿岸でのエビ養殖なら良いのかというと、そういうわけでもない。マングローブ林はエビの養殖池を作るために更地にされ、暴風や水をろ過する役割のある沿岸の植物群落が奪われ、稚魚が育つ魚の生息地がなくなる。では魚を休ませ回復させるにはどうすればいいのか。保護には様々なやり方がある。政府は領海における漁業についてどうやっていつどこでどれほどの漁獲をするかについて制限したり、ある種の船やある種の装備も規制したりできる。底引き網漁などの有害な行為を全面的に禁止し、生態系の回復を助けるため一切の漁獲を認めないというような海洋保護区を設けることもできるのだ。また消費者には意識向上やボイコット運動を通じてフカヒレ漁のような無駄の多い漁をやめさせ、より持続可能な漁法へと変えることを求めて水産業界に圧力を加えるという役割がある。過去に行われた介入が枯渇した資源の回復に役立っている。解決策は多数ある。各地の漁業にとっての最良の方法は科学に基づいて考えるべきであり、海洋に依存する地域社会や野生動物である魚を尊重しなければならない。この規則には強制力が必要。国際的な協力もしばしば必要となる。魚には国境は関係ないからね。私たちは乱獲をやめなくてはなりません。生態系や食料安全保障、雇用、経済、沿岸文化のすべてがその結果にかかっているのですから。私たちは世界を救うためのツールと知識を持っていますが、次のステップは何でしょうか。edo.tedo.com/earthschool にアクセスして、従うべきロードマップと変化をもたらすために実行できる具体的な行動を確認してください。